聴者様こんにちは。動画解説へようこそ。今回は普段私たちが何気なく手にしている卓球ラケットの特殊素材について最新の材料工学的アプローチから徹底的に掘り下げていきたいと思います。解説を担当してくれるのは用具の構造と物理特性マニアのケンジさんです。ケンジさん、よろしくお願いします。みさきさん、よろしくお願いします。いやー、今回のテーマは実に深いですよ。卓球のラケット、特にブレード内部に仕込まれた特殊素材というのは単に弾むようにするための板ではないんです。わずか数ミリメートルの薄い板の中で初速、スピン量、エネルギーの伝達効率、さらには手に伝わる振動の周期まで全てが精密な材料工学によってデザインされた高度なコンポジット複合材料デバイスなんですよ。デバイス？そう言われると急にハイテク機器のように聞こえてきますね。でも確かに最近のラケットってアウターとかインナーとかカーボンだけじゃなくてアリレートとかザイロンとかいろんな名前がついていて選ぶのが難しいですよね。そうなんですよね。特にここ10年ほどでボールの材質がセルロイドからプラスチックへと完全に移行しました。これによりボール自体の硬さが変形挙動が変わり、打球時のエネルギー損失、いわゆるヒステリシスロスが非常に大きくなったんです。このボールの変化に対応するためにメーカーの設計思想もガラリと変わりました。かつて主流だった7ミリ前後の分厚いラケットで力任せに弾く設計から、現代では 5.6 ミリから 5.8 ミリという薄型でしなりを効かせる設計へとシフトしているんです。板を薄くすることでインパクトの瞬間にボールをしっかり捉えるホールド時間を長くしてプラスチックボールに強力な回転をかけるわけですね。その通りです。そしてそのしなりと強い弾きという本来なら矛盾する物理特性を両立させるために大活躍しているのが今回詳しく解説する各種の特殊素材なんですね。今回の動画ではメーカーごとの独自の呼び名に惑わされず、高分子化学や材料力学の視点から素材の正体を解き明かしていきます。卓球を見る目、用具を選ぶ目が180度変わるような濃密な内容でお届けしますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは本格的な解説に入る前に今回の調査報告書全体で明かされている重要なトピックや驚きの発見について全体の概要を教えていただけますか？はい、今回の報告書から得られた極めて重要な発見は大きく分けて5つあります。まず1つ目はメーカー独自のブランド名の裏にある科学的実態です。各社が設定かっこいい商標をつけていますが、高分子化学の観点から分子構造や結晶構造を分析すると実質的に7つの共通カテゴリーに統合整理できるという点です。なるほど。名前は違っても科学的な親分みたいな基本カテゴリーがあるということですね。そうです。そして2つ目は国際卓球連盟 ITTF の厳格なルールの下での極限の設計です。木材比率 85% 以上、特殊素材は1層あたり 0.35 ミリ以下という非常に厳しい制約の中で、繊維の編み込み密度や配光角度をナノマイクロメートル単位で制御する高度な製造技術が確立されていることです。0.35 ミリって紙の枚数で言ったらほんの数枚分ですよね。その中で物理をコントロールしているなんてすごすぎます。3つ目は先端技術の動向です。例えばエクションが開発した3種の異なる繊維を混ぜて織り込むトライメトリックス TMX 技術やヨネックスやニッタが誇る N アムドのような炭素繊維表面にカーボンナノチューブを定着させるナノ分散技術など、異次元の打球特性を生む新素材が登場している点です。トライメトリクスに N アムド。なんだか SF の装備みたいな名前が出てきましたね。そして4つ目が製造プロセスの違いが打球感に与える影響です。例えばエクシオンの 36.5 度コールドプレスのように体温に近い温度で時間をかけて水分を抜く手法や、スティーガの VPS のように無酸素状態で高温加熱してヴィンテージ木材のようなミクロ構造を作るサーモエイジング技術など、熱と圧力の制御が素材のポテンシャルを左右しています。木材の乾かし方や圧の加え方まで物理的に計算し尽くされているんですね。最後に5つ目。これがプレイヤーにとって最も衝撃的な事実かもしれませんが、ラケットの寿命と経年変化、熟成の熱力学的メカニズムです。
梅雨と冬の湿気変化で動く天然木材と動かない人工繊維の間に巨大なハサミ状の応力、海面旋断応力が発生し、これが打球衝撃と合わさって剥離現象、デラミネーションを引き起こすこと。そして一方で、昔のユリア樹脂接着剤を使ったラケットが時間をかけてガラス質状に変化し、熟成された真核化ブレードに進化する理由も科学的に解明されています。剥離という恐怖の劣化現象と、一期を経て覚醒する熟成のロマン、どちらも材料科学の視点から完全に説明できるなんてワクワクしますね。それではこれらの発見を一つ一つ深掘りしていきましょう。まずは卓球のラケットを作る上でのルールと、ラケット全体の物理的な設計のルールの基本について教えてください。はい、卓球ラケットの設計において全ての基本となるのが国際卓球連盟 ITTF が制定している技術規則です。ルールではラケットのブレード、板の部分の全厚さに対して最低でも体積比で 85% 以上が天然の木材でなければならないと定められています。つまり人工的な特殊素材はブレード全体の 15% 未満しか使えません。全体がカーボンでできた完全フルメタルのようなラケットは作れないんですね。そうなんです。さらに厳しい規定があって、ブレード内部に挿入する人工繊維や補強層は接着剤の層も含めて1層あたり厚さ 0.35 ミリ以下と厳密に決められています。メーカーはこの 0.35 ミリ以内、木材 85% 以上という絶妙な枠組みの中で、いかに高い反発力とコントロール性能を両立させるかという熱い戦いを繰り広げているんです。わずか 0.35 ミリという制約の中で勝負しているなんて、まさにミクロの職人技ですね。まさにその通りです。そして冒頭でも少し触れましたが、セルロイド製ボールからプラスチック製ボールへの完全移行がブレードの厚みの設計に劇的な変化をもたらしました。プラスチックボールはセルロイド時代よりも質量や合成のバランスが変わり、打球した時にボール自体が変形してエネルギーが逃げるヒステリシスロスが非常に大きくなりました。力いっぱい叩いても、ボールにエネルギーが伝わりにくくなったということですか？そうなんです。そのため、かつてのような 7.0 ミリ前後の分厚くてカチカチの極厚ブレードだと、ボールがすぐに飛び出してしまい、回転がかかる前に離れてしまうんです。そこで、現代のトップ選手向け設計では、ブレードの厚みを 5.6 ミリから 5.8 ミリ程度まで薄型化するのが主流になりました。板を薄くすることで、インパクトの瞬間にラケット全体が適度に物理的にしなるようになります。このしなり量が確保されると、ボールとラバーが接触しているホールド時間が数ミリ秒単位で長くなり、プラスチックボールに十分な回転角速度、スピンを与えられるようになるわけです。板を薄くしてしなりを作ることで回転をかける時間を稼ぐ。ラケットの重量はどうコントロールされているんですか？ブレードの基準重量は 85g から 90g。特にトップ選手向け仕様では約 88g 前後に精密に制御されています。これはスイングする時の角速度とインパクトの瞬間にブレードがぶれないための慣性モーメントの最高バランスを追求した結果なんです。メーカーのカタログを見ると、アリレート、ゼクシオン、ケブラー、ザイロンみたいにカタカナのかっこいい名前がいっぱい並んでいて、どれがどう違うのか混乱しちゃいます。そこなんですよね。各メーカーは自社のブランド価値を高めるために独自の商標や呼び名をつけてアピールします。例えばバタフライのアリレート、ビクタスのゼクシオン、エクシオンのアクシリウム、 DHS のアリール。これらは一見すると全部違う画期的な新素材に見えますよね。見えます。完全に別物だと思っていました。ですが、高分子化学や材料化学の観点から分子構造や結晶構造、官能器を分析すると、これらはすべて液晶ポリマー LCP またはポリアリレートという同一の化学的実体を持つ共通カテゴリーに分類できるんです。名前は違うけれど、科学的な正体はみんな同じ親戚だったんですか？そうなんです。メーカー独自の呼び名に惑わされずに、繊維固有のヤング率、密度、そして損失係数 η という3つの物理パラメーターで見ることで、
初めてラケットの本当の性能を客観的に比較できるようになります。なるほど。科学のメガネをかけてみれば本当の性能が見えてくるわけですね。報告書ではどのように分類されているんですか？主に7つの統合カテゴリーに整理されています。超高分子量ポリエチレン系、液晶ポリマー、ポリアリレート系、PBO 繊維、ザイロン系、芳香属ポリアミド、アラミド繊維系、セルロースナノファイバー系、炭素繊維、カーボン系、そして無機金属コンポジット系です。すごい。こうして一覧にしてもらうと頭の中のモヤモヤが一気に晴れますね。ここからはこの7つの統合カテゴリーを一つずつ詳しく見ていきましょう。まず最初のカテゴリーは超高分子量ポリエチレン、略して UHMWPE ですね。代表的な名前としてはダーカーのイザナスやティバのダイニーマ、ヤサカの UHMWPE ファイバーなどがあります。はい、この UHMWPE という素材は分子量が100万以上のエチレンの直鎖状高分子で、炭素と炭素の結合が一方向にきれいに引き伸ばされた高い軸配項結晶性を持っています。物性値でいうと密度が約 0.97g パー立方センチメートルと水に浮くほど非常に軽量でありながら、引っ張りの強さはなんと鋼鉄の約8倍もあるんです。水に浮くのに鋼鉄の8倍の強さ。そんな素材がラケットに入っているんですか？そうなんです。この柔軟で強靭な分子網状構造のおかげで、外部から強い衝撃が加わった時に分子差がスムーズに変形して衝撃エネルギーを速やかに分散吸収してくれるという素晴らしい特徴を持っています。衝撃を吸収するということは、打球感はどんな感じになるんですか？ラケットに組み込むと、ボールが当たった瞬間の衝撃を優しく受け止めて、ラバーの弾性変形を最大限に引き出してくれます。そのため、打球感は非常にマイルドで柔らかく、純木材のラケットかそれ以上に手に優しく伝わります。プレイヤーからすると、ボールがラケットに長くとどまっているという抜群のホールド感が得られるんです。球持ちがいいって言われる感覚ですね。実際のプレーではどんな場面で強みを発揮しますか？一番の強みはドライブを打った時にボールが上方向へ綺麗な弧線を描きやすいことです。そして何より相手の強力なスピードドライブをブロックしたり前陣でカウンターを願ったりする時ですね。相手のボールが持つ破壊的な運動エネルギーをラケットが優しく吸収してからかけ返すような挙動をしてくれるので、コントロール性能が劇的に高まります。コントロール重視の選手や前陣での安定したカウンタープレーを求める選手には最高の素材ですよ。続いて第2のカテゴリー、液晶ポリマー、LCP 系とポリアリレートです。バタフライのアリレート、ビクタスのゼクション、エクシオンのアクシリウム、DHS のアリールなどがここに含まれますね。現代卓球の王道ともいえる素材ですが、どのような科学的特性があるんでしょうか。LCP は全方向属ポリエステルと呼ばれる高分子で、分子差自体の曲げ高度が高く、液体の状態でも分子が一定の方向にビシッと整列する液晶状態を経て固まるため、自分自身を強固に補強する性質、自己補強性を持っています。そして LCP の最大の武器は、極めて高い損失係数 η、つまりエネルギー減衰のダンピング性能にあります。損失係数、エネルギー減衰能？わかりやすく言うとどういう働きなんですか？ボールがラケットに当たった瞬間、ブレード内部では 1000Hz 以上の不快な高周波残響振動が発生します。手で感じるビーンという嫌なしびれ感ですね。LCP はこの振動の機械運動エネルギーを分子同士の摩擦によって瞬時に熱エネルギーへと変換して消去してくれるんです。ビーンという嫌な響きを一瞬で熱に変えて消し去ってしまうんですね。その通り。不要な高周波振動が瞬時に消されるため、プレイヤーにはラケットの芯でボールを捉えた感覚だけがクリアに手に伝わるようになります。感覚の解像度が跳ね上がるわけです。これにより台の上でのチキータやフリック、ストップといったミリ単位の指先の感覚が要求される繊細な技術での操作性が劇的に向上します。
繊細なレシーブや台上技術がやりやすくなる理由は、振動のノイズを取り除いてクリアな感触だけを残してくれるからなんですね。まさにノイズキャンセリング素材と言えますね。弾道も高すぎず低すぎない安定した綺麗な弧線を描くため、前陣から中陣での打ち合いでも抜群の安定感と攻撃力を発揮します。だからこそ世界のトップ選手たちから世界標準素材として最も厚い信頼を寄せられているんです。第3のカテゴリーは PBO ポリパラフェニレンベンズビスオキサゾール、いわゆるザイロン系です。バタフライの ZL ファイバー、ZL カーボン、エキシオンのゼフィリウム、ヨーラの PBOC、アンドロのザイリーマなどが有名ですね。この PBO 繊維は有機繊維の世界における絶対王者とも呼ばれる脅威の素材です。ベンズオキサゾール管という頑丈な環状構造が一直線上に強固に連結したカチカチのはしご型高分子構造をしています。その物理スペックは圧巻で、引っ張り強度が約 5.8 ギガパスカル、引っ張り弾性率は約270ギガパスカルに達します。ギガパスカル、数字がすごすぎて想像がつきませんが、どれくらい強いんですか？有機繊維としては世界最高峰の引っ張り強度と硬さ、弾性率です。外部から力、歪みを加えられても形を変えまいとする抵抗力が桁外れに強いんです。これをラケットのブレードに組み込むと、打球時に変形した瞬間に目にも止まらぬ速さで強力な弾性復元力、元に戻ろうとする力が発生します。ということは、ボールがラケットに当たってから飛び出すまでの時間がすごく短くなるんですか？その通りです。ボールとの接触時間、ホールド時間が短くなり、いわゆる球離れが非常に速い設計になります。インパクトの瞬間にはガツンという手応えとともに、澄んだ高い金属的な打球音が響き渡り、ボールに対して爆発的な初期運動エネルギーを与えます。まさに弾丸のようなスピードボールが打てそうですね。打ち出されたボールの軌道はどうなりますか？ネットをギリギリで越えるような直線的で鋭い低軌道を描きます。そして相手コートにバウンドした後にドーンと底滑るように深く伸びていくんです。前陣や中陣からフラットに叩き込むミート打ちや、一撃で相手を打ち抜くパワードライブを連発するハードアタッカーにとって、これ以上ない強力な打球になりますよ。続いて第4のカテゴリーは芳香属ポリアミド、通称アラミド繊維系ですね。ニッタックのケブラー、ミズノのアラミドカーボン、アンドロのボルテマ、ヤサカの PA カーボンなどが挙げられます。防弾ベストなどにも使われる有名な素材ですよね。その通りです。アラミド繊維はベンゼン管という硬い構造とアミド結合という柔軟な構造が交互に連結し、さらに分子同士が水素結合という目に見えない強力な網の目でがっしり結ばれています。物理的には先ほど紹介した LCP 高い振動減衰性と PBO 高い引っ張り強度のちょうど中間に位置する非常にバランスの取れた力学特性を持っています。硬すぎず柔らかすぎず絶妙ないいとこ取りの性能なんですね。まさにそうです。カーボン単体のような硬い打球感に比べてはるかにマイルドで扱いやすいのに、天然木材だけの合板ラケットを大きく上回る剛性とスピードを確保できます。打った時の感触も LCP より少し天然木材に近いような自然な響きを残してくれるのが魅力ですね。弾道も安定した美しい放物線を描くので、ドライブの安定感が抜群です。報告書にはこのアラミド繊維を使った最新のラケットに関する注目の情報も載っているんですよね。はい、エクシオンが2026年4月に発売したクロームインナーという最新ラケットが非常に面白い設計をしています。このラケットは 160mm×152mm という通常より一回り大きめのブレードサイズを採用し、そのインナー層、木材の中心近くにアラミドカーボンを配置しているんです。ブレードを大きくしてインナーにアラミドを入れるとどんな効果があるんですか？ブレードを大きくすることでラケット全体の縦しなりが大きくなります。そこにアラミドカーボンのマイルドな柔軟性を組み合わせることで、ボールを深く深く包み込むようにホールドし、プラスチックボールに最大級のスピンを付与できるように力学設計されているんです。最新の材料工学が詰まった注目のブレードですよ。
第5のカテゴリーは天然微細繊維 CNF 系です。バタフライのセルロースナノファイバーや CA ファイバー、ビクタスのウッドファイバーなどが該当しますね。植物由来の最先端バイオ素材としてニュースなどでも話題になっていますよね。そうなんです。CNF は木材パルプなどをナノレベルの1ミリの100万分の1までほぐした超微細なセルロース結晶体です。驚くべきことに鋼鉄の5分の1の軽さなのに強度は鋼鉄の5倍以上という夢のような物理特性を持っています。軽くて丈夫、まさに未来の素材ですね。それが卓球ラケットに入ると、他の人工繊維、カーボンやアリレートと何が違うんですか？一番の違いはバイオミメティクス親和性、つまり木材との圧倒的な馴染みの良さです。カーボンやポリアリレートなどの合成石油化学繊維は木材とは全く異なる物質なので、どうしても接着面で物性の急激なギャップ、インピーダンスのミスマッチが生じやすいんです。しかし CNF はもともと木材そのものの構成成分ですから、化学構造の骨格が木材と完全に同一なんです。なるほど。元が木材だから、ラケットの基板と完全に一体化してくれるわけですね。そうなんです。だから打球感が人工的な金属っぽさやプラスチックっぽさが全くない、ものすごく硬くてよく飛ぶ高級な天然木材単板で打っているかのような極めて自然で心地よい響きになるんです。打球感は木材そのままなのに、飛びは最先端。プレー時の挙動はどう変化するんですか？つっつきやストップなどの軽いタッチの時は木材特有の柔らかいホールド感を見せて繊細にコントロールできます。ところが強打した時にはナノ結晶の高い合成が一気に発現し、カーボンラケットに匹敵するような鋭いスピードボールが飛び出します。回転量も凄まじく、相手コートでギュッと沈み込むような独特のドライブが打てるのが大きな特徴ですね。第6のカテゴリーは王道中の王道、炭素繊維カーボン系です。バタフライのタムカ5000、ヨネックスの高弾性カーボン、ニッタクの FE カーボンなど最も歴史があり広く使われている素材ですね。カーボンはポリアクリロニトリル、パンなどの高分子を不活性ガス中で高温焼成して作られる sp2 炭素原子が六角形はみ目状に結びついた結晶構造を持っています。特徴は何といっても、全素材中でダントツに高いひ曲げ合成とヤング率、変形しにくさ、そして変形した後の弾性回復速度が最速であることです。とにかく硬くて変形しても一瞬で元に戻る。だからボールがあんなに速く飛んでいくんですね。その通りです。ボールが当たった瞬間の反発力、初速の速さは他の追随を許しません。そしてもう一つ、カーボンを挿入する最大の物理的メリットがスイートスポット、有効打球範囲の劇的な拡大です。スイートスポット。ラケットのどこに当たってもちゃんと飛んでくれるエリアのことですね。はい、木材だけのラケットだと中心を外れたオフセンターでボールを叩くと板がねじれてエネルギーが逃げてしまい、ボールがポトンと落ちてしまいます。しかし光合成のカーボンを挟むことでブレード全体の面合成が飛躍的に高まり、端っこに当たってもブレードがねじれず、中心で捉えた時とほぼ同じ反発力を発揮してくれるんです。試合中の厳しい体勢でもスイートスポットが広ければ助かる場面がすごく多そうです。本当にそうですね。ただしデメリットとして残響振動を減衰させる能力は低いので、打球感はカチカチと硬くなり、手の響きは強くなります。ですから打球感の柔らかさを求めるプレイヤーは先ほどの LCP、アリレートなどと編み込んだアリレートカーボンのような複合素材を選ぶことが多いわけです。第7のカテゴリーは無機金属コンポジット系です。ビクタスのグラスファイバーやガラス繊維にアルミニウムを蒸着させたシルバーカーボンなどが有名ですね。グラスファイバーは二酸化ケイ素を主成分とする無機繊維で、有機高分子やカーボンに比べて非常にしなやかで柔軟な弾力性を持っています。木材本来の持つしなりや柔軟な打球感を一切邪魔することなく、ブレード全体の面合成、歪みにくさだけを適度に補強してくれるのが特徴です。木材のソフトな乗り良さを生かしたまま、ちょっとだけ安心感と弾みを足してくれる感じですね。そうです。
打球感を硬くしたくないけれど、木材合板だけだと少し飛距離が足りないというプレイヤーに最適です。そして、そのグラスファイバーの表面に金属のアルミニウムを蒸着させた複合材料がシルバーカーボンです。アルミを調着？見た目もシルバーでかっこいいですが、性能はどう変化するんですか？金属膜が加わることで、ボールをつかむホールド感は維持されたまま、打球時に金属特有のパカンという鋭い弾きと破壊力がプラスされます。強打した時に金属的な弾く初速が得られるため、パワフルなスマッシュやミート打ちを好む選手に隠れた人気を誇っているんですよ。ここまで7つの統合カテゴリーを見てきましたが、ケンジさん、同じアリレートカーボンを使っているラケットでも、モデルによって打球感が全然違ったりしますよね。あれはどうしてなんですか？素晴らしい疑問です、美咲さん。実は同じ種類の繊維を使っていても、ミクロレベルでの設計変数を変えることで全く異なる性能のラケットが生み出されているんです。代表的な設計変数が2つあります。1つ目がスレッド密度、繊維の編み込み密度と充填量。2つ目が多軸積層、マルキアキシャルと配光角度の調整です。編み込みの細かさと繊維を向ける方向？具体的にどう違うのか教えてください。例えばバタフライのスーパー ALC やスーパー ZLC というシリーズがありますよね。これらは ITTF の厚さ 0.35 ミリ以下という限界ルールの中で、繊維の編み込み密度と全体の量を従来の約 1.8 倍にまで超高密度化しているんです。0.35 ミリの中に 1.8 倍もギュギュッと繊維を詰め込んでいるんですか？そうです。密度を高めることで、板の表面による反発のムラ、合成の不均一が徹底的に排除されます。結果として、ブレード間端っこ、周辺部まで反発力が均一になり、スイートスポットが文字通りブレード全体へと飛躍的に拡大するんです。どこで打ってもスイートスポット、それはすごい技術ですね。もう一つの配光角度というのは？繊維を縦横に編むか、斜め、プラスマイナス45度のバイアス方向に配置するかという調整です。縦方向の繊維はラケットの縦しなりを支配し、ボールの打ち出し角度や綺麗な弧線を描く高さを決めます。一方、横や斜め方向の繊維はねじれ合成、トルク抵抗を強め、相手の威力を受け止めた時やオフセンターで打った時の面のブレを最小限に抑えてくれます。方向一つで弾道がガラリと変わるんですよ。続いては報告書でも注目の最前線技術として紹介されているエクシオンのトライメトリクス TMX についてです。3つの素体を織り交ぜているとのことですが。はい、この TMX は先ほど紹介したアクシリジウム、ゼフィリウム、そしてカーボンという物理特性が全く異なる3種類の先端繊維を単一のシート内で精密なパターンで交互に混色した世界初の3子混合複合材料なんです。振動を抑える LCP、爆発的速度を生む PBO、硬くて広いスイートスポットを作るカーボン。オールスター勢揃いじゃないですか。ミックスするとどんな力学的現象が起きるんですか？打球時のスイングの強さ、入力荷重に応じてラケットの硬さ、透過合成が動的に変化、シフトするんです。スイングの強さでラケットの性能が変わる？どういうことですか？つっつきやストップ、軽めのドライブのような軽いタッチの局面では LCP と PBO の持つ柔軟性としなりが優位になり、ボールを深く掴んで狙った場所へ正確にコントロールできます。ところがプレイヤーがフルスイングで強く踏み込んで打つ強打の瞬間、大きなエネルギーが加わる瞬間には、炭素繊維の極めて高いヤング率が全体の変形を一気に抑え込み、爆発的な初速と強烈なカタパルト効果を生み出すんです。小さく打つときは優しくコントロール。大きく振ったときは爆発的なロケット砲。プレイヤーの力加減に合わせて勝手に変化してくれるなんて夢のようですね。この TMX 技術は韓国のアン・ジヒョン選手モデルであるアン・ジヒョン TMXI インナー構造板厚 5.9mm 基準有量約 88g を筆頭に2026年発売のテトラアウター板厚 5.7mm やテトラインナー板厚 6.0mm など
多角的なアプローチでラインナップが広がっています。卓球ギアの歴史を変えるイノベーションと言えますね。次のトピックは、他競技でも圧倒的な実績を誇るヨネックスやニッタの N アムド技術、そしてトーレのトレカ M40X です。これらは卓球ラケットにどのような技術的インパクトを与えるのでしょうか。ニッタが開発した N アムドおよびその進化した 2GN アムドは、カーボンコンポジットの歴史を塗り替えたナノ技術です。通常のカーボンは炭素繊維とエポキシ樹脂、接着剤を単純に混ぜ合わせるだけですが、N アムド技術では直径約7マイクロメートルという極細の炭素繊維一本一本の表面に特殊な技術でカーボンナノチューブ CNT をナノレベルで均一に結合・複合化させています。髪の毛よりはるかに細い繊維の表面にナノサイズのチューブをびっしりくっつけているんですか？その結果、歪み速度依存性、非線形粘弾性という非常に面白い物理的挙動を示します。スイングスピードが遅いときは、分子同士がスムーズに滑り合って非常にしなやかに変形し、従来素材の最大2倍という驚異的な球持ち時間と圧倒的なコントロール力を発揮します。しかし、スマッシュやカウンターのように一瞬で超高速スイングを行うと、ナノチューブと樹脂が一瞬で固く噛み合い、強烈な反発力とスピンを生み出すんです。先ほどの TMX と同じようにスピードに合わせて変化するナノテクノロジーですね。もう一つのトレカ M40X は？トーレが開発したトレカ M40X は、これまでのカーボンは硬く高弾性にすると脆くて折れやすくなるという物理限界をナノレベルの結晶制御で打ち破り、高強度と高高度、高ヤング率を極限まで両立させた次世代炭素繊維です。軽くて強くて硬い。これをブレードに使用すると、フレームを重くすることなく極薄の積層が作れ、相手の破壊的なパワーボールを受けてもブレードが一切歪まない圧倒的な面安定性が手に入ります。ミリ単位で狙い通りのカウンターを沈められるようになるわけです。どんなに素晴らしい特殊素材があっても、それを木材と張り合わせる技術がしっかりしていないと意味がないですよね。報告書には接着層のミクロ制御についても詳しく書かれています。まさにそこが製造工学の肝です。冒頭でお話しした通り、ITTF のルールでは接着層も含めて1層 0.35 ミリ以下に収めなければなりません。しかも接着剤を塗りすぎるとラケットが重くなり、打球時のエネルギーが接着剤の中で吸収されて逃げてしまうデッドウェイトが発生します。接着剤が分厚いと打球感がぼやけて重くなっちゃうんですね。その課題をクリアするために水野が開発したのがデュアルウェブ技術です。これは極薄の特殊シートを2枚重ねて配置しても、接着層を含めた厚さがわずか 0.05 ミリ、重量加算は1グラム未満という超精密なナノ制御を達成しています。0.05 ミリで1グラム未満？ほとんど何も挟んでいないのと変わらない薄さと軽さですね。これにより木材本来の自然で心地よいしなりを残したまま、綿合性を限界まで高めることに成功しています。さらに最近ではプリプレグと呼ばれるあらかじめ炭素繊維の中に樹脂をミクロの精度で均一に染み込ませたシートを使用する製造方法が主流になりつつあります。職人さんがハケで塗るのではなく、工場であらかじめ完璧な量の樹脂を含ませておくわけですね。その通り、余分な樹脂の浸透や内部に空気の気泡、ボイドが残るのを完全に防ぐことができるため、個体ごとの性能のばらつき、いわゆる外れラケットが事実上ゼロになるという素晴らしい品質管理が実現されているんです。続いては、ラケットの焼きや乾燥のお話です。エクシオンの 36.5 度コールドプレスやスティガの VPS といった製造方法がありますが、これらは木材のミクロ構造にどんな変化を与えているんでしょうか。一般的な工業用合板の製造では、短時間で固めるために高温の熱圧プレス、ホットプレスが扱われます。しかし、高温で一気に圧力をかけると、木材内部のリグニンという成分が溶け出し、急激な乾燥収縮によって木材の細胞壁が潰れたり、内部に応力歪み、内部ストレスが残ってしまうんです。急激に熱すると木の細胞が傷ついちゃうんですね。
そこでエクシオンが開発したのが 36.5 度コールドプレスです。あえて人間の体温に近い 36.5 度という温和な温度に保ち、膨大な時間をかけて水分を極めてゆっくりと脱着させていきます。これにより基部繊維の内部ストレスが一切残らず、天然木が本来持っている柔軟な粘り強さと弾力性が 100% 保持された最高峰の打球感を持つブレードに仕上がるんです。じっくり丁寧に時間をかけて乾かすことで木の本来のパワーを引き出すんですね。スティガの VPS やサーモエイジングはまた違うアプローチなんですか？ VPS やサーモエイジングは逆の発想で、窒素ガスで満たした無酸素状態で150度から200度という管理された高温で短時間加熱処理します。すると木材の中にある水分を吸いやすい成分ヘミセルロースが熱分解して結晶化し、湿気に強く体積が変化しにくい状態になります。無酸素で加熱して結晶化？それってどういう効果があるんですか？何十年も乾燥させた高級ヴィンテージ木材と全く同じミクロ構造を人工的に作り出せるんです。内部の無駄なエネルギー減衰が削ぎ落とされ、スコーンと抜けるような乾いた爽快な打球感とロスのない高い反発弾性が手に入ります。対極的なアプローチですが、どちらも物理的根拠に基づいた高度な加工技術なんですね。ここからはプレイヤーなら誰もが気になるラケットの劣化と寿命に関する物理メカニズムです。ケンジさん、長く使っているラケットってなんだか打球感が鈍くなったり弾まなくなったりしますよね。それこそが報告書で明かされている異種材料界面におけるデラミネーション相関剥離という熱理学的現象です。ラケットの内部を見てみると、湿気によって膨らんだり縮んだりする動く天然木材と、湿気を一切吸わずびくともしない動かない人工繊維カーボンやポリアリレートが隣り合わせで接着されていますよね。日本には梅雨のジメジメした季節と冬の乾燥した季節がありますから、木材は絶えず伸び縮みしようとしますよね。その通り、木材が伸び縮みしようとするのに隣のカーボンは微動だにしない。そうすると2つの素材の接着面で互いを引っ張り合う巨大なハサミのような力、界面旋断応力が定常的に発生し続けます。このストレスがかかった状態でボールを何万回何十万回と打ち続けるとどうなるか。接着剤の層に目に見えないミクロのひびが入っていきそう。正解です。接着剤の高分子差が疲労破壊を起こし、微小なクラック、亀裂がつながって木材と特殊素材が剥がれて空気の隙間ができるデラミネーション相関剥離が発生するんです。特に木材の中心近くに素材を置くインナー構造は木材の体積が大きいため、膨張圧力がダイレクトに伝わりやすく、アウター構造よりもこの剥離が起きやすい力学的弱点を持っています。インナー構造の方が湿気によるダメージを受けやすかったなんて知らなかったです。剥離が進むと打球はどう変わってしまうんですか？ボールが当たった瞬間に木材と素材の間でエネルギーの滑りが発生し、手に伝わる振動の連続性が途絶えてしまいます。プレイヤーからは芯のあった手応えが急になくなった。打球感が手に響いてぼやける。新しいラバーに張り替えたのに初速が全く出ないと感じられるようになります。これが材料科学におけるラケットの物理的寿命の正体なんです。剥離の話はショックでしたが、ケンジさん、報告書にはもう一つ、昔の古い木材ラケットが熟成されて神格化するというロマンあふれる現象の科学的理由も書いてあるんですよね。そうなんです。オールドブレードの熟成と呼ばれるこの現象も、実は接着剤の分子構造と化学変化で 100% 説明がつきます。現代のラケットで主流のポリウレタン系やエポキシ系接着剤はしなやかで剥離に強い反面、10年単位の歳月が経つと空気中の水分で分子差が切れる加水分解を起こし、徐々に劣化していきます。現代の接着剤はしなやかだけど、長期的には加水分解で弱くなっていくんですね。じゃあ昔のラケットは何が違ったんですか？かつてのクラシックラケットにはユリア樹脂接着剤、尿素ホルムアルデヒド樹脂が標準的に使われていました。このユリア樹脂は水には弱いのですが、
卓球ケースの中のような直接水がかからない環境で10年20年と時が経つと、接着層の中で残っていた未反応の分子同士が化学反応、自己可協を完結させていくんです。20年かけて内部で化学反応が進み続ける？そうです。長年の乾燥と穏やかな熱サイクルによって分子がビシッと再配置され、接着層全体がまるで超極薄の無機ガラス質結晶層、ナノ結晶フィルムへと自己変容を遂げます。接着剤がガラス状の結晶フィルムに進化する？すごすぎます。この物理変化によって接着層自体の合成が跳ね上がり、木材同士の繊維結合が密着して、インパクト時の振動エネルギーの逃げ、損失がゼロに近づきます。これが昔のオールドラケットが特殊素材のカーボンラケットにも匹敵するような乾いた金属的な素晴らしい弾きと圧倒的なスイートスポットの広がりを見せる、いわゆるラケットの熟成の本当のからくりなんです。科学の力で寿命と熟成の謎まで解き明かされて、本当に目から鱗の連続でした。ケンジさん、改めてここまでの内容を総括していただけますか？はい。現代の卓球用特殊素材ラケットというのは ITTF の厳しい制限、木材 85% 以上、一層 0.35 ミリ以下という枠組みの中で、高分子化学、炭素結晶制御、ナノテクノロジーを駆使して作られたまさに精密機械です。インパクトのわずか1000分の1秒という一瞬の間に起きるエネルギー移動と振動をミリ秒単位で制御しているわけですね。1000分の1秒の世界を制御する精密機械。そう考えると、用具選びの意識も大きく変わりますね。その通りです。メーカー各社から多種多様な独自ブランド名で発売されていますが、カタカナの名称に惑わされる必要はありません。今回学んだ7つの科学的統合カテゴリーに分類して考えることが大切です。自分は手に響かないクリアな感覚とコントロールが欲しいから LCP 系を選ぼうとか、一撃の爆発的なスピードが欲しいから PBO 系を選ぼうといった風に論理的に選べるようになりますね。まさにそれが科学的な用具選択です。ヤング率、弾性、密度、損失係数、減衰能という物理特性から、そのラケットがどんな弾道を描き、どんな打球感をもたらすのかを正確に予測できるようになります。自分のプレースタイルに本当に合った最高の相棒を見つけるための最強の武器になりますよ。それでは最後に、この高度なハイブリッドブレードの素晴らしい初期性能を長持ちさせるための材料科学に基づいた正しいメンテナンス方法を教えてください。視聴者様の大切なラケットを守るためのポイントは大きく2つあります。1点目は定常的な環境湿度の厳格な管理です。先ほどお話しした通り、ラケットにとって最大の敵は間質サイクルの変化による木材と素材の界面旋断応力です。デラミネーション、剥離を防ぐために保管時は常に相対湿度 50% 前後を維持できる調湿機能付きのハードケースや乾燥剤、調湿剤を入れた密閉容器で保管するのがベストです。ケースの中に調湿剤を入れて湿度 50% をキープするのがポイントですね。2点目は何でしょうか？ 2点目はラバー張り替え時の力のかけ方です。有機溶剤系の接着剤や強粘着すぎる接着シートを無理に剥がそうとすると、木材の表面だけでなく、そのすぐ下にある厚さわずか 0.1 ミリの特殊素材層との界面を局所的に引っ張って剥離させてしまいます。これが寿命を縮める最大の原因です。ラバーをビリッと強引に剥がすのは絶対 NG なんですね。絶対にダメです。ラバーを剥がすときは、ブレードの端から中心に向けて、一定の低い角度を保ちながら、ゆっくりと水平方向に力を逃がすように剥がしてください。また、あらかじめブレード表面に剥離防止の極薄シーラー、コーティング剤を塗っておくことも、積層品質を永続的に守るために非常に有効な延命手段になります。正しいお手入れと知識でラケットのポテンシャルを最大限に引き出して長く大切に使っていきたいですね。ケンジさん、今回は本当に奥深くて楽しい材料工学の解説をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。視聴者様の用具選びや卓球ライフに少しでもお役に立てれば嬉しいです。
それでは今回の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。